くださってありがとうございます。今日はりさこのミニマムスタイルということで、私の、シンプルなライフスタイルをご紹介していこうと思います。私は約10年くらいかけて今のミニマムなライフスタイルになったんですが、その極みがバンライフかなというところなんですが、そこに移行するために移行しやすいようなライフスタイル、どんどん生活を、シンプルにミニマムにしていく様子をご紹介していこうかなと思います。私は、約10年前にヨガに出会って、そこから自分にとって必要なもの、不要なもの、というところを意識し始めた時に、ヨガってポーズをとって呼吸をするんですけど、その時に例えばきれいな空気を体に取り入れて、そして体に溜まった悪いものを呼吸と一緒に吐き出すというようなヨガを、続けた時に、自分の生活だとか食べ物だとかいろんなところで、見え方が変わってきて、必要なものを入れたいし、不要なものは出していきたいというような意識に変わっていきました。でその時に結構当初最初の頃に始めたものがユシャンです。で他にも経血コントロール、だとか、あとはローフード、テレビのない生活などね、いろいろありますが、今日はユシャンについて紹介したいと思います。私のこの髪の毛はもうよく人から褒めてもらえるんですけど、このねウェーブがどんなオーダーでやってますかってね聞かれるんですけど、これはお湯で洗い流しただけなんですね。で今日は朝起きて、どんな風にこの髪の毛セットしてるのかっていうのを様子を撮りましたので、まずはそちらをご覧ください。おはようございます。今起きたばっかの髪の毛はこんな感じなんですけど、いつもの、整え方をやっていきます。これは自分で作ったスプレー、お水とグリセリンと好きなオイルが入ってます。この髪の毛は昨日の夜お湯で、流しただけです。何もつけずに寝てこの状態です。ほとんどいつも手ぐしでやって、そしてもう一個、これもココナッツオイルを自分で使いやすいケースに入れただけです。この2つです。適当にね。はい、ご覧くださってありがとうございます。いかがでしたか？私の朝の、髪の毛のセットの仕方でした。とてもシンプルで、夜本当にお湯で、すすぎ、そして、乾かしたらそのまま眠って、朝起きたら、自分で作ったスプレーと、あとは、ココナッツオイルをつけるというね、とってもシンプルで本当に不要なものが一切ないような、この10年かけてやってきて、今たどり着いたのがこのような形ということです。で今日はこのそもそもなんでユシャン
をしようと思ったのかっていうそのきっかけと、あとは普通の、シャンプーやコンディショナーを使ってる人が、ユシャンに移行するにはどうしたらいいのかなというようなお話をしていきます。まず、なぜユシャンをしようと思ったのかっていうことなんですが、先ほども言いました10年前にヨガに出会って、自分の意識が変わっていいものを入れて不要なものを出したいという意識になった時に、自分が何を入れているのか、どんなものを取り入れているのかということに意識が向き始めたというのが一番最初で、その中で今まで当たり前だったものを全部見直した時に、これは本当にいいのかなとか、いつも当たり前にやっていたこういう生活は本当に自分に合っているのかなというような、そんな、見直しのね時期があって、その中でシャンプーと、リンスコンディショナーというところに意識が向き、でシャンプーっていうのは界面活性剤っていうね、水と油を混ぜるためには必要なものなんですが、そういった化学物質が含まれているということで、私はその時、できるだけナチュラルに、自分本来の力を強くしていきたいというような思いがあったので、なので人それぞれ選ぶ基準っていろいろだと思うんですけど、私の場合はそのように意識を持って、そして、見直しました。で、よく聞くのが、経皮毒っていうものがあって、私たちの体内に皮膚から毒素が浸透してしまって蓄積されてしまうということがあって、で頭皮からもこのシャンプー、リンス、コンディショナーに含まれている化学物質が体内に吸収されてしまう。でよく女性はその毒素が子宮にたまるって言われていて、で出産の時にシャンプーの匂いがするというようなね、赤ちゃんがシャンプーの匂いと一緒に生まれてくるというようなお話もよく聞くんですが、そういうことですね。このシャンプーが体内に蓄積されてしまっているというような、そういうお話も聞いたりして、でじゃあできるだけシンプルにしようということで始めたのがきっかけでした。そして、じゃあ私も実際、そのようなねお話、噂というかね、そんなお話を情報を聞いた時に、じゃあって周りを見渡しても実際にやってる人がいなかったんですね。なので私は自分で、いいなと思うものを自分で試して、そしてその自分の体験から、いいものを選んだ結果、今のこのスタイルになったんですけど、なので、全部自分の実体験で確かめながらやってきたというものなんですが、まず私は、シャンプーとトリートメントを使ってました。で、本当に薬局で買えるようなもので、髪の毛の、髪の毛のケアのものもコンビニ薬局で買えるようなものを使ってました。で、じゃあその私がまず何をしたかっていうのは、まず一番最初は石鹸シャンプーを使いました。オーガニックのお店などにね置いてあったりするんですが、まずはそれに興味を持って石鹸シャンプーを使ったということ。ただその時に、今まで、この化学薬品でね髪をきれいにしていたので、自分本来の力が失われてしまっている状態なので、いきなりそれをして綺麗になるかというとそうではなくて、自分の力が戻るまで少し、毒素が出たり、髪がパサパサゴワゴワしたり、そういう状態になりました。でその時にできるだけ
オイルをつけたりだとか、私の場合は乾燥、パサパサゴワゴワしてしまったのでオイルをつけてケアをするということをしてました。で、人によってはベタベタしてしまうとかね、そういう方もいると思うので、水分と油分のこのバランスを、見ながら、ケアをしてできるだけシンプルにナチュラルにというところを私は大事にしてたので、最初はゴワゴワしたりベタベタしたりするのはちょっと我慢して乗り越えるところ、でそこを乗り越えた先に自分本来の輝きがちゃんと取り戻されてくると思います。はい、そして、徐々に、1年くらい経った時かな、シャンプー、石鹸シャンプーも手放してお湯だけで洗うということに移行していきました。で、その時にお湯で洗ってでも髪のゴワゴワだとかが気になる時だけオーガニックのトリートメントをつけて洗い流すということをしました。で、あとはかゆみが気になることもねあると思うし、ベタベタするのが気になること、汚れがね気になるなという時だけ石鹸、もう石鹸シャンプーとかじゃなくて普通の石鹸で洗うということをしました。で、徐々にそれも例えば石鹸シャンプーを2日に1回にするとか3日に1回にするとかで、徐々に週に1回だとか10日に1回で、最終的には気になる時に使うだけで、今は私はほぼお湯で湯シャンで洗って、トリートメントも使ってません。お湯だけです。で、本当になんか調子が悪いなとかかゆみがあるなっていう時だけ固形の石鹸で、洗うということをしています。で、夜もその後髪を乾かして乾燥が気になる時は頭皮にスプレーをしたり、ココナッツオイルをパサパサする時はつけたりしますが、何もしない時もあってその時の自分の状態に合わせてやっています。はい、こんな感じで、移行していき、徐々にね、シンプルなスタイルになりました。はい、で、私は幼少期から髪の毛のコンプレックスがすごくて、もうくせ毛で、湿気が多い時なんて髪がふわっと広がってしまってすごいコンプレックスで、もう小学校4年生5年生くらいの時からストレートパーマをしてました。で、お父さんに頼んでコテを買ってもらって、もう一生懸命ピンピンにまっすぐにしてなんかいろいろつけて、もう頑張って可愛くねなりたいとね頑張ってました。で、中学校高校もストレートパーマだとかコテでまっすぐにして、で高校生になったらね髪の毛を巻くことも可愛いなっていうところがあって、まず全部ストレートアイロンでまっすぐにして自分の癖をなくしてからまたコテでぐるぐるにするっていうようなことをずっとしていて、なので髪はバサバサで、もうやらないと外に出れないっていうような子だったんですね。で、それがヨガに出会って、私はそのままでもよかったかもしれないっていうことに気がついて、全部やめてアイロンもコテもやめてシャンプーリンスもやめて、自分本来の力を取り戻そうということで自然の力、自然の、オイルだとか、を借りて、このようになりました。あとは私の髪質的に、長くしたら重みでこう落ち着いて、であとは本当に自然なウェーブが出てきたというところなんですが、人によってストレートがね美しい方もいると思いますし、このようにねウェーブする
ようなね人もいると思いますし、その個性も魅力の一つかなと思います。はい、以上です。今日はこんな感じで湯シャンについてご紹介してみました。これからバンライフをするにあたって、キャンピングカーが来る前の9月30日から今の家退去して12月の末までなので10、11、12、3ヶ月コンパクトカーで過ごすんですが、その時も、お湯をねさーっと流せれば大丈夫かなというところでそんなに心配してません。はい、楽しんでいきたいと思います。はい、今日はご覧くださってありがとうございます。